はい、こんにちは。道にあるちょっと古いもののパパゲーノです。いつもご視聴、コメント、高評価ありがとうございます。今回は千葉のトンネル豆知識の回という感じでお話重視、映像はあまり期待しないでください。ここは大多喜町筒森、国道465号を君津方面から大多喜市街方面に向けて走行してきたところです。すいません、動画の尺が足りなくてもう左折してしまいましたが、今正面にトンネルが見えたことと思います。2013年に供用開始となった新筒森トンネルです。今回は左に曲がって旧道の方を進みます。この先に昭和2年1927年に竣工した筒森隧道があります。実はこの筒森隧道付近、トンネル業界的にはやや珍しいポイントとなっています。というのは、筒森隧道の 2,30 メートルほど斜め上にもう一つ、正式名は不明ですが、もう一世代前の旧道のトンネルが残っています。そちらは現在では完全に廃道となっていまして、トンネル自体の通り抜けは可能ですが、東側の接道部分は完全に通行不能な状態といいますか、無理に通ろうとすると死ぬこと確実な状態となっています。というわけで、このエリアには廃道の救急隧道、そして旧道落ちはしたものの今なお現役の筒森隧道、それから8年前に開通した新筒森トンネルと3世代のトンネルが併存している地帯ということになります。ただこのような場所は時々あるようですね。栃木県の須花トンネル、兵庫県の金ヶ坂トンネル、それから心霊スポットとして有名な東京都青梅市の吹上トンネルもそうですね。ただ大多喜町のこの地区はもう一つ、ここから南西1キロほどの君津市との境界に1938年昭和13年竣工の木和田隧道というトンネルがあります。そちらにも同じく廃道化した旧隧道がしかも2本あります。そしてその区間も現在バイパスが建設中で、新しいトンネルも掘られる予定となっています。ということは、あと数年のうちにこのエリアは新、旧、救急の3世代のトンネルが存在する箇所が2箇所隣接しているという、いわばトンネル得意点になるはずです。ひょっとしたら日本海側や紀伊半島方面にすでにそんなスポットがあるのかもしれませんが、僕は知りません。とそんな話をしているうちに筒森隧道に突入してしまいました。この筒森隧道、竣工は先ほども申しました昭和2年1927年です。延長は139メートルで、幅員は 7.0 メートル、有効高は 3.8 メートルということになっています。それからこのトンネル付近、地質がやや悪いのか、時々崩落することがあります。ここ10年ほどの間でも、確か2回ほど長期で通行止めになったことがあります。特に新筒森トンネルができる前は、迂回するのがいささか大変でした。先ほどトンネルの手前に変な置き方をしたパイロンがあったのを覚えているでしょうか。あれを見て少々びくつきながらここまで走ってきたのですが、理由が明らかになりました。のり面の崩落です。落石防護ネットの裾の部分に土砂が溜まってパンパンになっていました。今回の動画、尺は足りないし夕暮れ時で暗いのですが、これを見せようと思って採用させていただきました。大したネタではないんですけどね。そしてこの先で原道といいますか振動に合流します。こちら側にも微妙な感じでパイロンが置かれていますね。進んでもいいけどなるべく来てもらいたくないなとでも言いたげな様子が感じ取れます。もっとも事情を知らなければ意味がわからないですよね。せっかくなので新筒森トンネルの模様もお見せしましょう。今度は大多喜市街方面からの走行シーンです。今先ほど抜けてきた旧道との交差点を通過しました。この辺りは道の線形も非常に良くて、ついついアクセルを踏み込んでしまいたくなるので注意です。ちなみにトンネルを抜けた先もスカッと気持ちのいい直線の下りなので、さらに注意が必要です。この辺りは以前は植林地だったようです。そして正面にトンネルがうがたれた高台が見えてきました。高台の上には筒森の集落の民家や農地が点在しています。トンネルのポータルに設置された銘板によれば、この新筒森トンネルは2012年7月の竣工。延長は394メートル、幅員 6.0 メートル、高さは 4.5 メートルとのことです。実はこのトンネル、工事中の様子などもしばしば見てきたので、完成した時には感慨深いものがありました。そしてたまたま2018年初めの供用開始の直前にも通りかかったので、真っ暗な内部を歩いてみたりもしました。400メートル級の延長で緩やかなカーブになったトンネルですから、照明が点灯されていないと中心付近は暗くてなかなか楽しかったという記憶があります。さてトンネル通り過ぎました。この先には先ほど申しました現在バイパスを建設中の木和田隧道があります。いずれそちらも今回と同じような調子で動画を作るかもしれませんので、その時はどうぞよろしくお願いします。内容が被ってもくれぐれも突っ込まないでくださいね。ということで今回の動画は以上になります。今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。